テクラドンテチロンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一トレー説デイ4やっていきたいと思います。ちょっとね、時間もないので早速やっていきます。はい、やっていきましょう。さあ、おでヒーとシューターでね、両サイド挟み込んでいく、いつものやったスタイル。さあ、ウォールブレーカー。タウンホールはこれ、キングを使っていくイメージかな、そうなると。迫撃砲のターゲットを取らなきゃいけないので、ババーチャ使ってターゲット取りに行ってます。イエティとかは入れるのかな。まあ、ここは一発は強要かな。反対サイド、対地クロスがある方なので、ここは、レイジを置いて、おでひで追いに行っている状況です。イエティの方はシンプルに、サイドカットと、ここでシューターのためのね、ターゲットにもなってますね。さあ、クイーンがクイーンに当たったところ、ここはフリーズで対応していく。ストライカーは1体しか入ってない編成なんでね、もっとキングとかそういうところで使っていきたいと。さあ、キングの方をタウンホールに寄せつつ、真ん中ジャンプ。バルーンの方もかなり綺麗に奥まで進んでますね。さあ、ポイズンターンのターゲットもバルーンの方で吸うことができております。両方、2本ともバルーンで吸えてますね。こういうところでね、バルーンをしっかり奥まで伸ばすっていうやり方が強い。いやー、伸びる伸びる。さあ、キングの方も、ピスト使ってタウンホール一瞬で突破させつつ、奥にフリーズ。シューターも非常に伸びてるんでね、この辺の防衛説がもうなくなっている。さあ、エレクトロタイタン、リクスケ一瞬処理。さあ、スーパーボーラーがここで隠れてまして、クイーンの方はクロークでヒーラーを守りに行くクローク。ストライカー使わずとも両ヒールを処理ができました。さあ、ベビドラを大黒屋に投げていって、あとはロイヤルチャンピオン能力もあった状況。余裕ですね。さあ、スケルトンも施設の破壊に使っていきつつ。非常に強い。連動が高いですね、本当に。ガーサス。さあ、61天才ラバルですね。マルチ IT レイジタワーとアーチャータワーだったかな、破壊してきました。さあ、キングクイーンウォールブレーカーと使っていって、ジャイアント。ここから時間最後でバネトラップのケアもしっかりできています。クイーンもしっかり内側入りますね、これ。フィストで、クイーンの方にね、サイドカットも、施設破壊プラスサイドカットみたいな、ツインよ。余爆がないので、このバーバリアンが盾として非常に働いてくれてる。クイーンの盾として優秀すぎる。巨大爆弾ってね、結構フィストに合わせてあげるのも有効なんですよね。バーバリアンってバカにならないよね、こんなに数固まってると。さあ、6時から9時まで施設が一掃されていく。タウンホール周りしかもう施設が残ってません。これは、突撃艦はどういう使い方にするのか。まあ、ボマーとかに切り替えても強そうですし。さあ、クイーンの方まだ見てますね。ここ、ウォールブレーカー使って、穴開けしていきました。さあ、ゴブリンとか、ウィザードとかも手元にあるし、ベビドラもあるんでね。さあ、ラバルパートスタート。ポイズンタワーはラバルの方で取っていって、ここ、トッツトーム。さあ、レイジ置きつつ、落っことしたいと思うんですが。さあ、中身はイエティですかね。援軍の方もターゲットをイエティが拾ってくれてます。これ、クイーン生きんのすごいな。さあ、スケルトンの呪文を置いて、クイーンの方をロイヤルチャンピオンとストライカーで刺しに行き、投石機の方にバルーンがスライド。ラバハウンド手元に残ってます。ウィーンマルチ IT までバルーンが綺麗に進んで。余裕がすぎるね。圧倒的全開。強すぎるな。ツーサイドえぐいな。えぐいね。ナイス全開。ちょっと強すぎますね。さあ、クイヒーホグ。タウンクイヒーなのかな。シューターセット。ダウンクイヒーになりそう。おや
クイーンがまさかの大逆走。これどうしますかね。アーチャータワーのところにボールブレーカーつけていって、テスラ入るなら行ってくれよと。ボールブレーカーなくなっちゃいました。さあ、ここでインビジブルターフリーズはかけない。かけない。どうなんだこれ。ちょっとシンプルなミスプレイですかね。さあ、インビジブルフリーズでタウンホールを先打ちしていくようなリカバリー。思い切った判断ですが非常にうまいです。さあ、ラバハウンドはこれで戻ってきてくれて、ちょっとポイズンの方がね、切れてしまうんですけど、まあ今のミスをリカバリーするにはね、ちょっと呪文の方で消費しないといけないということで。クロスボウのターゲットをキングで拾ったんですが、ちょっとキングの方は内側入らず。この状況でもね、クローク温存できてるのも強いですね。さあ、クイーンと当たるところ、キングと当たるところ、ここでストライカーもう一度出し直して、ちょっとずつね、うまくいかなかったところあるんですけど、しっかりユニットでね、リカバリかけれるのが、ガクのうまいところですね。さあ、巨爆見えて、ここでトーム。HP のね、後々のことを考えたこの巨爆一発分を回避するっていうことの重要さを分かってますね。巨爆受けてからトームじゃ意味ないからね。さあ、テスラも美味しくシューターの前に破壊率が出て、シュンと刺さっていきます。スケルトンを置きつつロイヤルチャンピオン。モノリスの方はディギーが固めてくれて、シューターから出てきたのはスーパーホグライダー。クイヒーも逆走して、キングもおそらく、やりたかった目的とはちょっと違うような使い方にはなってそうなんですが、いや、余裕の全開ですね。他の回でも言ったけど、ちょっと事故った時にも火力で押し切れるのがスーパーホグっていう話はしたんですが、まあ、リカバリは効きやすいかなと思います。ナイス全開。さあ、ちょっとスケルトンインビジブルなんですが、ここでようやく決まっていきます。さあ、マルチ IT とクランジョーと、おー、危ない危ない。レイジ効果が切れちゃいましたからね。さあ、ウォールブレーカーで拡張ですが、ちょっと決まらず。動いた分、ゴーレムが、まあ、対地クロスなんで大丈夫でしょう。まあ、ギリギリターゲットの方が、外れていって、クイーンに入っちゃうかな、さすがに。これどうなんだろうな。キングでタウンホール取るプランなのかな。多分、クイーンでタゲ取るプランだと思うんですよね、これ。キングはなんかこっち見てたんじゃないかな。なんか逸れた結果、タウンホールはキングで拾いに行きましたと。ちょっとこれ、なんか初手から色々良くないですね。ただ、キングの方でタウンホールは潰せました。さあ、ここはオールブレーカー作って、一応クイーンの道はね、作っていって、スケルトンとかもないんで、ロイちゃんでタゲ取るか、ボマーでタゲ取りに行きました。スニゴブバルーンと間違えたかな。ボマー強いですね。さあ、ヘイストトム。クイーンの方もこれはトームが入りまして、一緒に防衛説を殴ってくれています。フリーズでマルチ IT クロスボウの方を折りつつ、重ねてどんどん打っていきます。さあ、反対サイドは、フリーズからのストライカー。ロイヤルチャンピオンもね、能力が残ってるんでね。ちょっとね、危ない。ヒーローパッドは多分クイーンをタウンホール単品見て、キングをね、投石クイーンのところ見てたんじゃないかなっていう感じなんですが、まあ、結果的には役割逆、かつ反対方向に動いてったって感じですかね。危ないところでしたが、こういうのもね、リカバリで取るの結構難しいんでね。ナイス展開ですね。
さあ、クイラバ、コマくん。さあ、6時クイヒーから始まって、まあ、確かにこれは、なんかこういうような配置が重要な時にあったな。ちょっと、モノリスの位置、野蛮すぎない？見て。ボムタワーの対にモノリス置かれてるんだけど、ボムタワーの対にする発想なかなかないね。ボムタワーって2個あるからさ、対象に置けばいいやんって思っちゃうんだけど。あれもう1個のボムタワーどこ？あれ見つかんないんだけど。ボムタワーどこ？もう潰れてる？やべえ、見当たんね。あ、やばい、見つかんない。あったあったあった。こんなとこにいるじゃん。なんで？まあ、よくわかんないけど、すごいとこありますね。さあ、ウォールブレーカー来ました。うん、いい位置。この手の配置は6時クイヒだいぶ強いですね。シューターも出てきたことで。昔はシューターない時の配置かな。もうあったかな、この配置の時って。いいルート。内側からも撃てるしね。さあ、ウォールブレーカー使って投石まで狙いに行きつつ、ポイズンタワーがこのウォールブレーカーに反応して撃たれました。クイヒーラバルなので、ロイヤルチャンピオンをね、ここ自由に使うことができて、キングに向けてストライカー発進、レイジに乗って進んでほしいんですけど、ストライカーは余計なルート取りがち。黒く出ちゃう。クロスボウフリーズ打ったんですけどね。エアスイがちょっときつい。シューターバカ強いな、これ。さあ、インビジブルあるんで、クイーンに打ちたいけど、どうでしょう。ちょっと遅れたね。さあ、フリーズ使いつつ、タウンホール、レイジ、フリーズ重ねていって、これは、レイジトーム、ナイス。さあ、裏からバルーン挟み込んで、ヘイストを打っていきつつ、シューター入れて、さあ、ロイヤルチャンピオン能力解放、GG と。ナイス展開ですね、ガーサス。さあ、クラウス61天才。ここはボマーに切り替えつつ、対地クロスボウ2個ですね、のところを天才を追っていきました。さあ、クイーンも隣に置いて、クイーンはタウンホール狙いですね、こうなると。スケルトンの呪文もあるので、もしかしたら、縦に使っていくかもしれないし、まあ、9時の上のね、投石ロイちゃん区画に使っていくかもしれないし。いいフィスト。バーバリアンの方が、クイーン、こういうことですよね、巨爆の役割って。クイーンにターゲット変わったの、偉すぎるキング。さあ、ジャイアーチャーで、サイドカット兼縦にしていきました。アイゴレが、キングによって処理されつつ。これ美味しい。そのリクスケ、美味しすぎ。神か。これはバルーンでポイズンタワーのタゲとか取っても面白いかなと思ったんですが、アーチャータワーの方でね、取りたいですね。さあ、アイゴレ使いますね。ジャイアント、バネトラップ。ポイズンタワーね、ちょっとね、厄介っすね。さあ、ここでスケルトンの呪文。スケルトンの呪文、こういう風な使い方ができるなら、確かに。さあ、もう2本目のね、ポイズンタワーもスケルトンの方で捨てましたね。さあ、もう大丈夫でしょう。ボマーからスタート。さあ、下側ラバルパートスタートしてます。さあ、一気のレイジトーム。ここ結構防衛説も固まってるし、ストライカーにもレイジを乗っけたいということでね、キングを処理して、ロイヤルチャンピオン吹き飛びましたね。フリーズヘイストは、かけても良さそうですが、ここはかけず、ロイヤルチャンピオンも能力残しつつ、余裕を持って十字展開。クロスボウ残ったところね。いいフリーズ。
もう一本フリーズがあります。フランがめちゃくちゃうまいな。そのクロス2本の天才もね、強いね。天才というとやっぱマルチ IT に打つものっていう固定概念がやっぱどうしても入ってしまうので、マルチクロスっていうところをね、狙いがちなんだけど、こういうね、クロス2個っていうところも非常に有効ですね。さあ、森尾さん、クイヒーホグ。これもタウン区画がだいぶ、あれ ?PC の方に出てた。うん。かなりやりやすそうですね、タウンクイヒー。これもポイズンターが2本ということで、ちょっとね、前回とぶっ続けて撮ってるので、森尾さんのタウンクイヒーしてる配置の特徴がすごい似てるので、気になる方はね、ちょっと前回のリプレイも見返してみて、やってるクイヒーがかなり条件同じなので、早めに攻めてるってことで、自分が行きやすい配置をね、攻めるので、共通点探してあげると自分もね、攻めるときに参考になるかなと思います。さあ、3ヒーローを外周処理して、援軍も火力の低いもの。プラスの呪文ターンも火力が低いもので、タウンクイヒーからするとやりやすいっていうイメージですね。シューターの方も爆発だしね。この配置もシューター出る前、出る後、どっちだろう。出る前からあった気がする。元の原型は。さあ、ホーミングチェックバルーンもしっかり通しつつ、これが最後ですが、ポイズンターンのタゲも取って、ホーミングも取って、ホグライダー通して、ここはいろいろチェック。さらにここはウォールブレーカーをつけて、イーグル砲、タウンホールとかがね、打てるような形をこれで取っていきました。さあ、レイジ、フリーズで入れていって、反対サンド、キングウォールブレーカー。うまーい。バカ強いな、これ。組み立てが非常にうまいね。リスト使って、バーバリアンの方もおでん像にプレッシャーをかけてます。さあ、モノリスからのクイーンダメージが入ったんですが、ここは一旦クロークですね。クローク使って早めに折る方を判断しつつ、次をフリーズ打つかどうかっていうところを見極めるんですが、なくても突破ができそうです。さあ、レイジトームをホグパート。呪文もたくさん余ってるので、マルチに基本打つことになるかな。さあ、裏にね、満を持して残してた通常ホグ。なんかすげえところから巨大爆弾とか出てきたけど、シューターのためのものかな、多分。シューターをね、そこら辺にセットすると、綺麗にトラップを引っかかってしまうというような置き方になってそうですかね。ヒーラー9体、61天才、エレクトロタンギタン、オデヒーとクイヒーを両サイドやっていく形になりそうですかね。面白い。それか、クイーンは内側入れず、クイヒーを外側流すっていうのも選択肢としてはあるかもしれません。タウンホールに、これは天才ですね。モノリスポイズンターンのとこ天才打って、タウンホール起動させて、テスラチェックとかって入れたっけ。ここまで、シューターここから打てればいいから。反対サイドのクイヒーもね、いい感じに。内側に絞めるんだったらいい感じにタイミング見計らってやりたいですね。さあ、キングを使ってオーデンのターゲットを戻していきます。さあ、エレクトロタイタン展開されていきました。クイヒー来ました。サイドカットです。さあ、キングとタイタンの方がこれで内側マルチ IT の方に戻っていくような形ですね。うまい。タウンホールの方にシューターもずっと降り注ぐ形。大工の方も潰れてるので。面白いね。さあ、ジャンプをきつつ。いいよ。このジャイアントは何用なんだろう。さあ、ストライカーも通して多分トーム打ちたいのでね、そのタイミング見計らってますね。さあ、レイジトームいい。さあ、防衛クイーンの方ね、ストライカーで殴り続けることができております。うまいね。ちょっとね、クイヒーよりも、エレクトロタイタン部隊の方が進んではしまってますが、ここでフリーズ入れつつ、
食い火は入らなかったけど、タイタンの方がむしろ投石のケアをできている。対地クロスのところ、リクスケルトンも出てきましたが、強いね、タイタンが。反対サイドはシューターから出てきたイエティとエレクトロタイタンを盾にしてロイヤルチャンピオンを刺していって、このサイドカットクイヒーも面白いね。ユニット結構減らなきゃいけないんだけど、まあ、タイタンのみ4体も詰めてたな。ボールブレーカーとかがいらないっていうところと、まあ、結構減らされたところはあると思うんですけど、枠数ね、ヒーラー9体でも全然成り立ってますね。タイタン4体いたよね、これ。さあ、ナイス全開ですが、ちょっと編成だけ確認なんですけど、タイタン4体いますね。まあ、サブユニットが相当少なくなってるので、サイドカットとかね、しっかりクイヒーとかで全部やらなきゃいけない流れですね。さあ、デッサンクイヒーラバル、ウォーデンを、見習いウォーデンですね。クイヒーにつけて。両サイドの大砲バルーンでカットしつつ、タウンクイヒーを真正面から入れていくようなイメージ。対地クロスボウがね、かかるっていうところって、ここはウォーデンを使って HP 増強です。火力高いからね、レイジターンもあるし。あ、怪しい。ナイスインビジブル。もう森尾さんとは選定がなんか逆みたいな。しかもこれ見習い本店ついてるので。早いね。ユニコーンも生き残っちゃったよ。レイジに乗った見習いウォーデンの火力もね、サンホールに対して加わるので。サイドカットキング、反対サイドはシューターが9時に展開されてるような感じです。さあ、ホーミングチェックバルーン入れつつ、ちょっと見習いウォーデンはここからは、キングの方についていきました。主人を変えたようです。トルネード解除はバルーンでやって、クイーンは黒くしつかないとね、オノリスにやられちゃう火力になってましたね。さあ、マルチ IT も先に降りたい。いいレイジー。先折ってくれよの合図です。さあ、援軍の方は、キングの方に全部向かっていきました。さあ、ここからラバルパート下側スタート。まあ、クイーンの方で、相当な仕事ができてますね。さあ、ヘイスト、トーム、フリーズ。エアスイート投石機を両サイドフリーズかけて、レイジまで置いて一気に投石。反対サイドはロイヤルチャンピオンがいるので、ロイちゃんがいないサイドっていうのを呪文でサポートする必要があったわけですね。まあ、呪文をどっちに打つか迷った時に、ロイちゃんがいるからいない方に補助をつけるっていうのが選定理由かなと思います。強すぎるな能力残して GG と。まあ、プランニングがみんな上手いよね、やっぱり前提として。その上でも、プレイングっていうのが非常にミスがなく、うまいね。さあ、余裕の全開。デッサンやっぱうまいね。見てて面白いね。ナイス全開。さあ、ET さん、クイヒーオーグ。ET さんも結構ね、編成を変えてプレイするタイプの戦術、プレイヤーですね。まあ、どっちがいい悪いとかはないけど、この人この配置にはどういう攻め方するんだろうみたいな目的で。迫撃のタゲは取れ。おー、ギリギリ。ババーチャー、タイミングしっかりギリギリまで引きつけて。アーチャータワーのレベルとか大砲のレベルが結構低いので、クイヒーとしても非常にやりやすい。タウンホールが簡単に拾えるところからスタートしていきました。いいバルーンだ。強いな、これ。キングでマルチ区画、3時の投石区画は、シューターがボコボコ。これシューターに勝てるものが置いてないからね。後出しじゃんけんなんですよ、シューターは。クロスボウのところまでキングはダメだったけど、フェニックスの方でとどめを刺します。時間を意識したレイジですね、これは。火力の方は全く問題ないので、早くタウンホール折ってくれよというレイジです。これレイジ打たなきゃもうね、イーグルも発動してなかったんで。早く進んでねのレイジからタウンホールの方レイジを置いて、ここからホグパートスタートしていきます。いいボールブレーカー。さあ、9時区画、ここはフリーズ使って、
トームまで行くかないいトーム。イーグル砲の着弾に合わせてトーム。クイーンの方もこれウォールブレーカーなくした方へ戻っていって、ウォールブレーカー、もう一回つけて、金山の方を開けていくことで右に抜け道がありますね、こっちだと。ただ、モノリスがなぜか12時にあるという、ちょっと、これもね、昔からあるタイプの配置なんですけど、無理やり置いたかな。さあ、インビジブルが残りつつ、ナイス全開と。うまいね、ナイス全開。キングの方もね、外周で処理していきつつ、ブーメランフィニッシュ、GG と。余裕のインビジブル。さあ、ナイス全開です。さあ、本日ラストアタック、スタドラクイヒーホグ。シューターセットしていきつつ、さあ、4ヒーロー固まってますね。ヒーローレベルが58だって。弱い者いじめだ。かわいそうに。さあ、ストライカーを使うとキングがすごい HP 低そう。ちゃんとね、重要な防衛施設のレベル上げてるのは偉いですね。タイタンなので、ここはポイズン使わずに、キングのところでストライカー出して、クイーンのところも一緒に処理をしていく。フリーズ使ってフィストサイドカット。クロスの方に入ってほしいんですけど、上から膨らんでいきますね。もう一度ここはフリーズを重ねていきます。バルーン通したいよね、そろそろ。まあ、来ましたね。フリーズかけまくる。スケルトンの呪文も置いていって、今のが最後のフリーズです。投石の方までこれシューターが伸びそうなんですけど、迫撃砲に捕まってますね。これ強いな。イエティ内側入ったら強いな。さあ、ホグがドカンとイエティの方は投石の方にしっかり向かってくれました。降りたい。先に降りたい。ナイス。さあ、クイーンの方はクローク打ちつつ、レイジトームホフに打つかな。どうだろう。ここでトームをかけて、レイジも一緒に置いていきました。クイーンの方はインビジブルなんですけど、かかってません。ポイズンがあるんですが、リクスケ結構もう出てきたかな。クイーンがやばいな。まあ、あとはポイズンしか呪文はないので、ヒーローたちが押し切ってくれるのを願うのみと。ロイヤルチャンピオンブーメランプラスで、単体の防衛施設はもうアーチャーターしか残ってないので落とせる施設がないですね。クイーンの方結構危なかったですが、回収していってナイス全開でした。タウンホールクイヒでしたね。ナイス全開。はい、というわけでね、デイ4でした。ちょっと5日目の方がね、もう途中なんですけど、まだ途中なんですけど、タウンホールがね、15じゃないクランなので、ほぼパーフェクトになるかなと思います。はい。なので次回はリプレイなしですね。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でチャンネル登録しましょう。さよなら。